皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回はこちら、新しく発売されたレオンクレストとフェニックスラダーのパーツを使って 3on3 デッキを組んでバトルしていこうと思います。今回は私野水航がフェニックスラダーのパーツを使って、そしてつぶやきさん太郎がレオンクレストのパーツを使ってバトルしていきたいと思います。それではやっていきましょう。いきましょう。まずシュートポジションを決めるじゃんけんをします。最初はグー、じゃんけんぽい。左。お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。レオンクレスト 760F。 ワイバーンゲイル 970H。 ファーストバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュート。いけ。いやよし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 。オーバーフィニッシュ。レオンクレストに2ポイント。やったぜ。迫り来る壁カスタマイズ。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。レオンクロー 360B。 フェニックスラダー 960B。 セカンドバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュート。さあ最初は当たりたくないよ。暴れなくていいけども強く打たないといけないから難しいところ。そうね。あー、まっすぐ崩れたぞ。どうだラダどうだ。ー戻ってくれラダー。いやー、あれレオングレてるな。なんか当たらないラダー。当たってくれ。せめて立て直してまずいああシンクロした。いやよー、しよしよし。スピンフィニッシュ。レオンクローに1ポイント。やったぜ。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。ドランダガー 960R。 コバルトドラグーン 160G。 サードバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュート。危ねあぶねえ。意地強化かと思ったら。そういやでも飛ばされてるね。でもこっから吸収あるんだよな。そうあ、なんならこっちの姿勢が悪い。グライドで姿勢を整えてコバルトドラグーンの回転吸収で粘っていけ。どうだ。あ、でもこっちの姿勢を正しましたが。スピンフィニッシュ。コバルトドラグーンに1ポイント。グライド。サードバトルでも勝敗が決まらなかったのでデッキの順番を入れ替えて続きからやっていきたいと思います。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。レオンクレスト。フェニックスラダー。フォースバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュート。さあよけて。さあだいぶよけたよ。いやでも飛ぶな。ちょっともうスタミナがまずいな。そうね、ここからは確実な1点取りに行きたい。うん。オッスピンフィニッケシュ。フェニックスラダーに1ポイント。ー。よーし。お互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。レオンクロー。コバルトドラグーン。フィフスバトルレディーセット、3、2、1、ゴーシューなんでボールだよね。そこまで暴れなくていいよ。ボールだよね。強みに打ちはしたけども。さあこっちは回転力を吸収するように、そんなに全力ではしてないけれどグライド暴れちゃうからね、全力でやると。そう、レオンクローそこそこ引っかかるところあるから吸収はできると思うんだよな。そうね。オッケー。スピンフィニッシュ。コバルトドラグーンに1ポイント。やっぱり左回転とグライドの相性いいね。お互いの6ベイ、せーの、じゃん。ドランダガワイバーンゲイル。6バトルレディーセット、3、2、1、ゴーシュート。
イバンゲイルにスリーポイント。よってこの勝負、野水航の勝利だ。やったー、予想外すぎる最後。なんだあれ。ワイバーンのディフェンス力やばいな。してないしてない。はい、ということで今回はレオンクレストとフェニックスラダーを使った 3on3 バトルをやってきました。いかがだったでしょうか。そうだね、まずはじゃあこっちが使ったレオンクレストなんだけど、思ってたよりちゃんと普通ぐらいの重さはあって戦えるかなっていう感じがする。34の後半ぐらいはあるかな。で、ものによってはギリ35届くような、35g ね、届くぐらいの個体もあって、まあ9大点ぐらいの重さもあるし、ちゃんと戦えはして、で、なんといっても特筆すべきはこの形だよね。もうすごい壁。特にね、この760のラチェットがもうレオンクレストにぴったり合うような形になっていて、この760のラチェットと組み合わせることでもうすごい分厚い壁が出来上がるね。で、この壁もね、結構いい形してて、しっかりディフェンスタイプできるんだよね。今まで結構ディフェンスタイプのベイ使ってても、やっぱ普通に飛ばされちゃうなとか、ディフェンス守りきることはできても最後のスピン勝負で全然スタミナ残ってないなとかあったんだけど、このレオンクレストはしっかりディフェンスして相手を弾き返したりとか、ちょっと飛ばされづらいみたいな、もうまさにディフェンスっていうところが多分今まで出てきたディフェンスタイプの中でも一番ディフェンスしてるなっていうようなベイなんじゃないかなって思います。そうだね、ようやくちゃんと出てくれた感がある、ディフェンスタイプ。これこそディフェンスタイプだよって感じ。本当もう王道のディフェンスがっちり守るっていう感じができてるかなって思います。で、今回ちょっとビットの方はね、守る系ではなくフラットで俺は使ってみたんだけど、守る系のカスタマイズはこの後野水航とかアッシュが使ってくれるかなって思って俺はちょっとあえてフラットで迫り来る壁をイメージしてカスタマイズしてみました。やっぱり分厚いから相手をもう押し出すようなイメージでちょっと試しにねフラットで使ってみたんだけど、悪くはないかなという感じです。ただレオンクレストにフラットで使うのがいいかって言われたら、正直フリーバトルで使うかなぐらいのイメージではあるんですけど、しっかりちゃんと相手を押し出すような狙ってたような動きもできたので、悪くはないかなという感じでした。一個だけちょっと気になったのがこの760のラチェットなんですけど、個体差とかもあるとは思うんですけど、僕が使ってるこの760のラチェットはちょっとバーストしやすいかなっていう風に感じてて、っていうのはこのレオンクレストと760で合わせた時なんですけど、なのでバーストのしやすさも若干気になったので、ロックが硬いアタック系のビットを使ってみたっていうところもあります。あと今回のレオンクレストと760はラチェットをつける向きによってここがね一直線で同じ位置に刃があるやつと互い違いになる2つのモードを分けることができるから、それでももしかしたらバースト率とかも変わってくるのかもなとは今ちょっと思ったね。そうだね。俺は普段こっちのね互い違いのでレオンクレスト使ってみたんだけど、あんまりバーストしない感じがしてて、するときはするんだけど、そんなにしやすいってほどでもなかったから、もしかしたらそのラチェットの付き方によっても変わるかもなとは思いました。そうだね。俺が試してたのはこの一直線になる方、こっちの方ばっかで試してたから、もしかしたらそうだね、互い違いのこっちでやったらバーストされる率の方が下がってうまく使えるようになるかもしれないね。そして今回私野水航はこのフェニックスラダーを使ったんですが、このフェニックスラダーの正直な感想で言うと結構難しいブレードだなっていうのが正直な感想ですかね。一応スタミナタイプとして生まれたので持久戦をやるのがやっぱり一番いいとは思ったんですが、やっぱり今はねウィザードロッドっていう牙城を崩せるほどの実力はないなと思っていて、重量もね 34g でやや軽め、ということもあってアタックタイプとかと対戦した時にバンバン外に出されるというか、オーバーやエクストリームしちゃうことはもちろん壁とかに当たって大きく失速してフェニックスウィングとかドランバスターにそのままスピンで負けちゃうみたいな、これはねアタックとスタミナで戦ったらアタックの方が有利だよっていう一応3組あるからいいんだけど、スタミナタイプとして使ってる感触だとちょっとなんか物足りないなっていう感じはしてしまいますかね。フェニックスのモード違いみたいなところがあるからさ、元々のフェニックスウィングぐらいの重さはちょっと足りないとしてもなんか37ぐらいあったらいいなって最初思ってたんだよね。
そしたらね、実際に発売されたら34でちょっと重さが足りないかもしれないなって感じるところはやっぱあるね。飛んでしまうし、でウィザードロッドに持久で勝つのは結構難しいところがあるのと、あとはね、姿勢をちょっと崩しやすいところも気になったかなっていう感じですかね。ちょっとね、そうね、スタミナとして使うにはいろいろ工夫が必要かもなと思いました。あとデフォルトで使ってる時めちゃめちゃバーストしやすいと思ったんだけど、それはね970の方が結構悪さをしてたかなって思いますね。こっちに変えてからは960とかあんまりバーストはしなくなりましたね。そして新しいビットのこのグライド、これはね結構面白いパーツだなって思ってます。特にこのコバルトドラグーンにつけるとかなり活躍するパーツになるかもなとは思ってますね。まず胴回転はかなり厳しいんですよ。どうしてもそのグライドの2つの出っ張りが引っかかってしまって、どんどんロスをしていって、そのまま自分でスタミナを奪ってっちゃって負けちゃうみたいな、そういう勝負が結構あるんですが、コバルトドラグーンにつけると相手が右回転なら吸収できるので、その欠点を補うことができて、さらにその2つの突起が姿勢保持に結構な影響を与えてくれて、めちゃめちゃ姿勢が整いやすい。これね、コバルトドラグーンにめちゃめちゃ相性が良くて、ウィザードロッド相手でも結構持久勝ちできたりとかする場面もあるから、コバルトドラグーンのグライドはかなりおすすめ。ただ軸先がね POM 素材って言って滑りやすくなってるから、アタックが来た時にちょっとオーバーをつるんって滑っていっちゃったりとか、攻撃された時に吹っ飛びやすいみたいな、で壁に当たっちゃって失速みたいな、そういう欠点はあるけれど、コバルトドラグーンで使うなら結構有用なパーツじゃないかなと思いました。今後ね、左回転がもっと増えてくるような状況になったら、それこそライトニングエルドラゴが登場することが決定してますが、そういうのが増えてきてちょっと同回転もしなきゃいけないよってなってくると若干厳しくなるかもしれませんが、今コバルトドラグーンしか左回転がいないこの現環境では結構使えるパーツになるんじゃないかなと思っております。ということで、結構ねディフェンスタイプとして優秀なレオンクレストにフェニックスラダーのねグライドという優秀なパーツがありますので、気になった方はぜひレオンクレストフェニックスラダーセットを買って遊んでみてください。ということで、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバーイ。